こんにちは、夏子です。今回の動画ではこちらのしまむら購入品のバッグを使いやすくリメイクします。こちらしまむらで購入したミニバッグになります。結構しまむらにありがちなショルダーとハンドバッグと両方取っ手がついているタイプになります。ショルダーは取り外し可能で長さ調節もできるタイプになっていますが、このハンドバッグの手の部分は縫い付けで取り外すことはできない感じです。中は定期券とかちょっとしたものが入るだけの薄いポケット1個と、こちらがもともとついていたポーチになります。どちらも合皮で割と硬めの素材になっていて、ポーチは特にちょっと私の好みに合いませんでしたので使っていないんですが、このバッグサイズ的に日常の使い勝手に良くて、割とマイボトルを持ち歩くのでモバイルポシェットよりは奥行きのあるバッグを好んで使っています。このバッグはサイズ感、色合い、素材感とても使いやすいんですが、スマホの軽率を考えるとやっぱり外側にポケットが1個あったらよかったなっていう、カバンの中に入れるとちょっとスマホが取り出しづらいっていうのがネックでした。そしてこのハンドルも通常私はショルダーしか使わないので邪魔だなと思っていました。なので今回はこのハンドルを外すのとスマホのためのポケットをつけられたらいいなと思っています。ショルダーを邪魔なので外しちゃって、ここを縫い付けてあるだけなのでここを取り外してしまおうと思います。片方取れました。同じように反対側もやっていきます。ハンドルが取れました。ショルダーストラップオンリーになったので、すっきりしたと思います。この辺から滑り込ませて、立てて入れられるようにした時に中で倒れないようにするというようなイメージがいいかなと思いました。上から見た時にスマホがここ、水筒がここっていう感じで固定できると中が割と使いやすいかなと今思っております。なので先ほど外したハンドバッグ用のハンドルを使ってそのように工夫できたらいいなと思います。マイボトルのホルダー部分を縫いました。この合皮がとても硬くて分厚いのでミシンはちょっと無理でしたので手縫いで頑張って縫ってみました。とりあえず切れることはないかなという感じです。あまりにも硬いのでそう簡単には加工できないなというのが分かりましたので、この残りの部分でスマホをこんな風にホールドできればいいかなと思いました。瞬間接着剤も使って固定できたらいいかなと思ってます。こことここを内側の中で固定するという形をとっていきたいと思います。こちらダイソーで買ってきた接着剤です。これを使って接着していきたいと思います。2箇所にボンドを塗りました。マスキングテープで留めときます。こんな感じでしばらく放置します。はい、こ
こんな形でボトルの部分とスマホを固定できるホルダーをつけました。こちらの側面とこの辺にも一応ボンドを打ちました。入れてみます。こんな感じです。お財布兼カード入れ兼キーケースとエコバッグでティッシュとちょっとした化粧品が入っているもの、こんな感じです。スマホがやっぱり中でガチャガチャファスナーなんかと当たると傷になったりしますし、このステンレスのマイボトルもファスナーと当たると傷がついて錆びやすくなったりしますので、こう固定できると安定していいかなと思います。はい、完成です。しまむらでミニショルダーバッグを買われる方多いかと思うんですが、使い勝手がもう一つと思うことが私はあったので、こういったちょっと工夫をするだけでご自身の使い勝手の良くなるケースがあるんじゃないかなと思います。今回は中でも硬い合皮を使ったリメイクでしたが、瞬間接着剤を使えば意外と簡単にリメイクができました。ご参考になれば幸いです。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ためになったなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。